なんか教習所が緊張さす、そんな気が流れてるですね。クラッチもグッとこう握らないと、でスロットルもふんと曲げないと自分で機能していないです。こういう教習所での状況でバイクを乗るよってないのは今日の巨樹チューブは 400cc バイクまで強化される普通二輪免許から排気量制限なしで全てのバイクを楽しめる大型二輪免許習得のため教習を始めました。この動画以外にもあと教官さんたちの教育内容、そして自分が思ったコツもアップロードする予定ですので、ぜひチャンネル登録とたくさんの応援お願いいたします。まずこの動画は自分が思ったメンタル的な部分を重要にして撮りましたので楽しんでください。これぐらい練習してもらえるかな。そしたらクラッチを全部握ってハンドルで押すようなクラッチしような方で反対に押す。はい、皆さんこんばんは。巨樹チューブです。初めての大型の教習が終わりました。わあ、まずなんて言うんですかね、そのバイクのクラッチ握る感とアクセル感が全然自分のバイクとやっぱ違いますから、わあ結構ビビりました。わあこんなに違うよな。なんか今日のさっきの教習を復帰する気持ちで、教習所用のそういう結構古い CB7 班やからこういう感じを感じてるかもしれないんですけど、やっぱクラッチがかなり重いです。もう今教習所バイクからもうすぐに自分のバイク持ってるんですけど、かなりにもこれは違います。わあこういうスムーズに握れるのをグッと握らないと、それと出力も7班なのに全然こうふんと曲がらないと思ったところで前に進まないっていうペナルティがあってですね。でもそれはもう仕方がないし、どこの教習所のバイクでも一緒だと思います。まあ一旦それを自分が乗り越えないといけない一つの壁としてですね、やっぱコースもう一個増えましたよね。そういう鉄道みたいな走り、一本橋のレベルを1個超えた、こういうですかね、こういう正直そんなに難しくないやろってちょっと舐めた部分があるんですけど、やっぱ舐めてはいけないですよね。もちろんこういう教習所での状況でバイクを乗るよって、なかなかないのは、してますけど、でもやっぱ、基本中の基本ですから、それに自分がこう乗り越えないと、前に進めない。あと750だったんですけど、自分が今機種編を持っているバイクは 1000cc のもともと重たいバイクになりますので、そういう基本に抽出しないとですね、絶対安全なライディングは難しいんで、心をもう一回収めるきっかけになったとは思います。初めて型ですから、あとそうですね、2回3回ぐらいそのコースを乗ると、完全にできるとは自信はあります。そういう自信と別にスキルなんですね。
実に自分が足らんなって思ったのが、やっぱこうバイクに立った状況でこうニーグリップをしながらこういうスロットルをこう曲げるっていう感じですかね。そこら辺がやっぱ慣れてないもんなんで、これからの宿題にはなります。あとはまあ他の、スラロームとかそういう S コースとか、その辺だったんですけど、そのコースは、むしろ、400より7班の方が安定感はかなりにもあったんで、ここら辺では問題はないと思う。こういう場合の鉄道を登るのでもないし、こんなんですね。立つ必要もないですよね。一旦コースになってますから、頑張ります。次も次もこれで伸びていく、成長していく強弱キューブ、よろしくお願いします。